皆さんこんにちは、たびくらです。いつもご視聴くださりありがとうございます。見てください、このテーブルの上の状態を。遡ること5ヶ月、壁紙を張り替えてギャラリーコーナーを作ろうと思ったんですよ。でその後北欧に行ったり東京に行ったりして、そのまま放置してたんですよね。とりあえずね、壁紙に合いそうなものを家中からかき集めてテーブルの上に並べてたんです。でそのうちね、関係ないものまでどんどん積み上がっていったっていうあるあるパターンですね。そして季節は冬となり、もはや寒すぎてこの部屋には近づかなくなりました。今回はね、ついにこのギャラリーコーナーのスタイリングをしていこうと思います。実際に壁に設置する前にどんな感じにするかをイメージしてみようと思います。ところでこの手前にある絵にはすごいエピソードが実はあるんですよ。私が去年訪ねたフィンランドのデザイナーカップルのお家です。実は2018年にも彼らを訪ねていたんですけども、その当時から彼らのダイニングに飾られていたのがこちらの絵、モディリアーニのアリスです。彼らを訪ねた翌年の2019年にデンマークを旅した時に、なんと同じものを見つけたんですよ。すっごい偶然だと思いませんか？ちなみに壁一面にアートが飾られているようなギャラリーコーナーにしたいなっていうふうに思っていて、今回こんなイメージで壁一面を飾っていきたいと思います。なるべく失敗しないように飾るものの大体の配置を先に決めたかったんですけども、結局ね、よくわかんないのでとにかくやってみることにしました。まずはこちらの絵の配置を決めてから他のものを飾っていくことにしました。このモディリアーニの絵はデンマークのアンティークショップで偶然見つけたんですけど、日本円にすると3000円くらいですごい安かったんですよ。ただ額付きでスーツケースに入るサイズじゃなかったので、買うかどうかすっごい迷ったんですよね。でも結局送料に1万円以上かかったんですけど、購入することにしました。動画の最初の方でこの壁紙に合いそうなものを家中からかき集めたというふうにお伝えしたんですけど、まずは壁紙がクラシックな雰囲気の柄なのでアンティークっぽいものを集めてみました。それから壁紙のデザインに使われている色と似たような色のものを集めました。特に甘い印象になりすぎないように黒いものを取り入れようと考えました。統一感を出すために素材感も合わせ、鉄、ガラス、木、真鍮のものを集めました。今回壁に飾ったものはすべてもともと家にあったものです。ずっと放置されてたけど、やっと自分の居場所が与えられたっていう感じですね。
雑貨を並べ、離れて眺めて、違ったら配置を変えるということを繰り返していきます。ちょうど寒い日が続いているタイミングだったので、外には雪がちらついてきました。完成に近づいてきたところでおやつ休憩です。疲れすぎて放心状態になってますね。今日のおやつはファミマのカフェオレといちごのティラミスです。このコーナーに合いそうなフェイクグリーンを買ってきました。まるで本物みたいな色味ですよね。こうやっていろいろ試していくと、ここだっていう瞬間があるんですよ。この壁、現代アートみたいに見えるんですけど、実は鏡を外した跡が残ったものなんです。ここね、もともとは更衣室になっていたところで、2枚ついていた鏡のうちの1枚を外してもらって、更衣室の壁を撤去してもらいました。去年10月にフィンランドで購入してきたポスターをこちらに貼ってみようと思います。どっちも可愛いですけど、色味とデザインの雰囲気でこちらを貼ることに決めました。陶芸や織物、枕目作りに関する本、フェイクのアジサイですけど、色味がしっくりきていていい感じに馴染んでますね。お気に入りのブローチです。これお香を入れたらすっごいぴったりなサイズだったんですよ。これは国も年代もわからないけど気に入って購入した花瓶です。
アイアンのものを集めて並べてみました。木のシンプルなデザインの額縁が好きで、古いものを集めてました。この陶器のアールは日本で購入したんですけど、フランスのアンティークらしいです。ここにもアイアンのお香立て。これは日本の骨董市で購入した木製の果物皿だと思うんですけど、木彫りの柄がすごい美しいのでアートとして飾ってみることにしました。ギャラリーコーナーのビフォーアフターいかがでしたでしょうか。素敵になったねと思ってくださった方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。旅倉でした。